ゴールデンウィークの長い連休が終わり、明日からまたいつもの日常が始まります。まずは皆さん、連休中のお仕事や家族サービス本当にお疲れ様でした。さて、この連休中パートナーと一緒に過ごす時間が増えた方も多いと思います。その中で例えば外食や旅行、あるいは買い物の支払いの時、今回はどっちが出す？ここは私が出しておくよと。お金の支払いをめぐって少しモヤモヤした空気が流れませんでしたか？共働きが当たり前になった今の50代、60代の夫婦において、生活費だけを共通の口座に入れ、残りのお金はお互い自由に使うという、いわゆる夫婦別財布のスタイルをとっているご家庭も、今では決して珍しくありません。お互いに経済的に自立しており、干渉しすぎないこの方法は、一見するとも目事が少なく合理的で現代的なスタイルに思えます。しかし、もしあなたが今この夫婦別財布を続けており、かつ相手の貯金額や多世帯全体の総資産を正確に把握していないのだとしたら、少しだけ胸に手を当ててこの動画を最後まで見てください。なぜならその合理的で平和に見える別財布のシステムこそが、いざ定年退職や老後を迎えた時に、取り返しのつかない資金不足を引き起こす、極めて危険な老後破綻の時限爆弾になり得るからです。どうか最後まで一緒に確認していきましょう。そして今回の動画では、ただ不安を煽るだけではありません。最後まで見ると、夫婦別財布をやめずにお互いの自由を残したまま、老後資金だけを守るための、かなり現実的な方法がわかります。通帳を見せろと迫る必要もありません。お小遣い制に戻す必要もありません。夫婦喧嘩を増やす必要もありません。むしろお金の話をしても揉めにくい順番があります。その順番を間違えると、せっかく家計を守ろうとしても、相手には責められているように聞こえてしまいます。だから今日は、危ない夫婦別財布の特徴だけでなく、どう切り出せば夫婦関係を壊さずに済むのか、そこまで具体的にお話しします。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、50代の夫婦別財布が危ない。お互いの貯金を知らない夫婦の残酷な末路についてです。最初に誤解のないようにお伝えしておきます。夫婦別財布というシステムそのものが、決して悪いわけではありません。むしろ、お互いの自立を尊重し、不要な喧嘩を避けるための優れた知恵とも言えるでしょう。本当に危険なのは、お互いの資産状況、老後必要額、そして生活防衛資金が全く見えないまま、なんとなく大丈夫だろうと、希望的観測だけで問題を先送りにし続けてしまうことです。夫婦のどちらが悪いという話ではありません。お互いが見えていないというシステムの欠陥が、物価上昇が続く厳しい家計環境の中で、どれほど巨大なリスクに膨れ上がるのか、今日はその残酷なメカニズムを徹底的に解き明かしていきます。本題に入る前に少しだけ確認してみてください。あなたはパートナーの現在の貯金額を大体でも把握していますか？夫婦合わせた純資産を紙やスマホに書き出したことはありますか？退職後に毎月いくら必要かを夫婦で一度でも話し合ったことはありますか？この3つに一つでも答えられないものがあるなら、今回の話はかなり重要です。なぜなら夫婦別財布の本当の怖さは、お金がないことではなく、足りているのか足りていないのかさえ、わからないことだからです。では夫婦別財布に潜む、3つの見えない罠についてお話しします。1つ目の罠は、相手が貯めているはずという希望的観測の罠です。夫婦別財布の最も恐ろしい点は、ここにあります。毎月決まった生活費を共通口座に入れた後、残ったお金の使い道はお互いに干渉しません。すると、人間の心理としてどうしてもこう考えてしまいます。自分は今月、少し趣味や付き合いにお金を使いすぎたけれど、しっかり者の相手なら、きっと老後のために貯金してくれているはずだ。そして相手も同じように、自分は今月余裕がないけれど、相手ならいざという時の蓄えを用意してくれているはずだ。お互いがお互いに
相手が何とかしているだろうと無意識に依存し合い、お金に関する深い話し合いを避けたまま、50代60代へと年齢を重ねてしまう。これが一つ目の罠です。蓋を開けたら双方とも思ったより全然少ない、老後に必要な額に全く届いていないという残酷な現実に直面することになるのです。二つ目の罠はライフスタイルインフレの隠れ浪費です。夫婦別財布の場合、非共通の生活費さえ払えば残りの数万円も十数万円は自分の自由になるお金です。するとどうしても財布の紐は緩みがちになります。趣味や交際、あるいはちょっとした自分へのご褒美など、自分が稼いだお金だからという大義名分のもと、無意識のうちに生活水準が上がっていきます。これをライフスタイルインフレと呼びます。世帯全体の家計を俯瞰して管理する財務大臣が存在しないため、夫婦それぞれが別々に小さな浪費を積み重ねてしまうのです。物価上昇が続く昨今の環境では、名目上の給料や年金が少し増えたとしても、この隠れ浪費の習慣がついている世帯は、実質的な購買力が低下し、退職後に生活水準を急に下げることができず、一気に資産を食い潰すリスクが高まるのです。そして三つ目の罠が、今回のテーマの核心である、世帯全体のお金が見えていない罠です。別々に管理していると、夫婦の純資産や生活防衛資金が共有されません。例えば夫は1000万円貯めたから大丈夫だと思っていても、世帯全体で老後に必要な額が5000万円だとしたら、残り4000万円を誰がどう用意するのか、相手がいくら持っているのかを知らなければ、戦略の立てようがありません。まだ大丈夫だという根拠のない安心感が、本当は打つべきだった次の一手を遅らせ、気づいた時にはもう手遅れになっている。これが三つ目、そして最も深刻な罠です。では、この見えないことの恐怖が、いつどのように爆発するのでしょうか。ここからは真実が発覚する、絶望の瞬間のシミュレーションをお話しします。ずっとお金の話を避けてきた、ある穏やかな50代夫婦。いざ、定年退職が見えてきた時、あるいは親の介護や自身の大きな病気など、まとまった大金が必要になるライフイベントが直撃します。その時や初めてお互いの通帳を見せ合うことになります。そこで突きつけられるのは、あまりにも厳しい現実です。これしかないの？退職金は？お互いの収入はどこに消えていたの？どちらかが浪費していたわけではなくても、お互いの認識のズレが、長年の信頼関係を一瞬で崩壊させます。足りない老後資金を前に、かつては穏やかだった会話が消え、夫婦関係までギスギスしてしまう。もっと早く話し合っていればと後悔しても、失われた時間は二度と戻りません。これが夫婦別財布をブラックボックス化したまま放置した家の末路なのです。そして本当に怖いのは、この問題が発覚した時にはもう選択肢がかなり減っていることです。50代前半ならまだ働き方を変える、支出を見直す、積立額を増やす、副業や再雇用を考える、そうした打ち手があります。しかし退職直前になってから、世帯全体のお金が足りないと分かっても、急に何千万円も作ることはできません。生活水準を一気に落とすしかない。働きたくなくても働き続けるしかない。本当は入りたかった施設を諦めるしかない。子供に迷惑をかけるしかない。そんな風に選べるはずだった未来が少しずつ削られていきます。つまり、夫婦別財布の問題は今月のお金の話ではありません。10年後20年後に夫婦がどれだけ自由に選べるか、その選択肢を守る話なのです。では、お互いの自由を尊重しながら、この悲劇を回避するためにはどう行動すればいいのでしょうか。ここで私がご提案する50代からの大人の系統合術をお話しします。ただし、ここで多くの人がつまずきます。正しいことを言えば、相手が分かってくれるとは限らないからです。お金の話は
夫婦にとって非常にデリケートです。特に長年、別々に管理してきた夫婦ほど、急に貯金額を聞かれると、疑われている、管理されようとしている、自由を奪われる、そんな風に感じてしまうことがあります。だからこそ大事なのは、正論をぶつけることではありません。順番です。まず未来を共有する。次に必要なお金を確認する。最後に今の資産を見える化する。この順番で進めることが、夫婦関係を壊さずに家計を守る、一番現実的な方法です。そのための具体的な第一歩は、まず未来の楽しい共有からスタートすることです。老後にどんな暮らしがしたいか、1年に1回は旅行に行きたいね。そのためには、世帯全体で毎月いくら必要になるかな、という共通のゴールを設定するのです。その上で2つ目のステップとして、ハイブリッド管理を導入します。今の別財布のスタイルを完全にやめて、お小遣い制に戻す必要はありません。大切なのは、世帯の基盤となる部分だけをガラス張りにすることです。生活防衛資金としての予備費、老後に向けた積立資金の目標額、これら世帯全体で守るべき聖域の口座だけは共有し、お互いがいくら入金して今いくらあるのかをリアルタイムで把握できるようにします。それ以外の余剰金については、今まで通りるお互いの自由にして構いません。この適度な距離感が夫婦の平和を保つコツです。例えば毎月の生活費や住宅費は、今まで通り分担する。趣味や交際費も一定の範囲では、お互い自由にして構いません。ただし、老後に向けた積み立て、急な病気や介護に備える生活防衛資金、家の修繕費や大きな出費に備える予備費、この3つだけは、夫婦共通で守るべきお金として扱うのです。全部を共有しようとすると、相手は息苦しく感じるかもしれません。しかし本当に守るべきお金だけを共有するなら、自由を奪われた感覚はかなり薄くなります。これは夫婦別財布をやめる話ではありません。夫婦別財布の良さを残しながら、老後破綻につながる危険な部分だけを塞ぐ話です。だからこそ、50代からでも現実的に始められるのです。そして3つ目の重要な習慣は、年に1回のマネー会議を持つことです。お正月やこのゴールデンウィークの終わりなど、定期的に夫婦でテーブルを囲み、世帯の純資産を一覧表にする。去年よりこれだけ増えたね。物価が上がって少し出費が増えたから、来年はここを見直そう。こうして数字を共有することで、夫婦は運命共同体としての絆を強めることができます。それでは、今日の非常に重要なお話をまとめます。あなたが夫婦とも倒れの航路を避けるために、覚えて帰っていただきたいポイントは以下の4つです。1つ目、夫婦別財布そのものが悪いわけではない。危険なのは、お互いの資産状況が見えないまま、なんとなく大丈夫だと思い込むことである。2つ目、相手が貯めているはずという希望的観測が、老後資金準備の最大の敵であると自覚すること。3つ目、財務大臣のいない家計は、ライフスタイルインフレを起こしやすく、物価上昇が続く時代には、致命的なダメージになり得ること。4つ目、通帳を問い詰めるのではなく、未来の目標を共有し、ベースとなる資金だけを見える化する。ハイブリッド管理を始めること。いかがだったでしょうか。50代からの人生の航海において、パートナーは同じ船に乗って老後を進んでいく、最も大切な存在です。お互いの役割や積んでいる燃料の量を把握しないまま、広大な老後という海へ漕ぎ出すのは、あまりにも無謀です。今さらお金の話なんた照れくさい。揉めたくないから聞けない。その気持ちはよくわかります。しかし今夜勇気を出して切り出す。たった30分の話し合いが、将来のあなたたち2人を、どれほど大きな安心で包み込んでくれるか、想像してみてください。ゴールデンウィークが終わり、明日から日常に戻る今夜こそが、我が家の未来を明るく照らす最高のタイミングです。完璧を目指す必要はありません。
まずは老後の楽しみを話すことから始めてください。今日のお話を聞いて、今夜へ勇気を出して、将来の暮らしについてパートナーと話してみます。夫婦別財布でしたが、共通の積み立て用アプリを入れてみます。見える化の重要性に気づきました。そう思えた方はぜひコメント欄で、皆さんの決意や夫婦のお金に関する悩み、あるいは、うちはこうして成功したという体験談を教えてください。皆さんの声が同じように悩む仲間の大きな力になり、私の動画作りの一番の力になります。そしてこの動画が、皆さんのこれからの資産防衛や家族の幸せを守る、一つの重要な羅針盤になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が私がこの公開を続けるための原動力です。決して焦らず、システムの落とし穴を塞ぎ、パートナーと手を取り合えって、あなたの大切な資産の家族の未来を守り抜いていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。